本州お初にお目にかかる。私の名前は徳川家康。戦国時代の混乱に完全に終止符を打ち、280年にわたる太平の世の基礎を築いたものである。早速だがクイズじゃ。このお城はあるお城を攻めるために築かれた拠点です。さて、あるお城とは何城でしょう。1、高天神城。2、小田原城。3、清洲城。4、浜松城。答えは番組の中でじゃ。皆さんこんにちは。本日もお城巡りにやってまいりました。本日訪れたお城は静岡県掛川市にある横須賀城というお城です。早速行ってみましょう。横須賀城は遠江の国城東郡横須賀にあるお城です。築城時期は1578年。徳川家康が大須賀康隆に命じて築いた城郭でした。大須賀康隆という人物、どのような人物でしょうか。はじめ、榊原康政と共に酒井忠直に仕えました。酒井氏は徳川家の中で家老を務めた一族ですが、酒井忠直は三河で一向一揆が起こった際に家康に反乱を起こしています。もともと酒井忠直は徳川配下としては勢力が大きかったようで、今川義元からは徳川家康の三河と酒井忠直の上野は別個扱いされるなど、反独立的な雰囲気がありました。三河で一向一揆が家康と和平を結んだ後も、酒井忠直は徳川家康と対立。最後は戦いに敗れ、敦賀に落ち延びたようです。横須賀城を築いた大須賀康隆はこの酒井忠直に仕えていました。酒井忠直が反乱を起こすと、大須賀康隆と榊原康政は酒井忠直に従わず徳川家康に仕えるようになります。旗本選定役として活躍したようです。旗本選定役というのは旗本自身の護衛だけでなく、積極的に戦闘に投入することを目的とした部隊です。そして日頃は城下に常駐しました。徳川家康が三河を統一した際に設けられた制度です。家康直属の機動部隊といえば馬回りが思いつきますが、馬回りとは別に選定役が設けられました。大須賀康隆は旗本選定役として活躍しました。功績も大きく、後に松平を名乗るようになります。高天神城攻めで活躍します。高天神城はもともと徳川家の遠江支配の拠点でした。高天神を制する者は遠州を制すると言われた要衝です。難攻不落の名城で、甲斐の武田信玄も攻略できないお城でした。武田勝頼は父である武田信玄が落とせなかった高天神城を落城させ武名を挙げます。大須賀康隆は徳川方として高天神城に籠城しますが、城は武田勝頼に降伏。武田勝頼は寛大さを示し、城兵に徳川への帰還を許したため、大須賀康隆は徳川家康のもとへと帰りました。家康は武田勝頼に奪われた高天神城を取り戻すために最前線に大須賀康隆を配置します。馬伏塚城を大須賀康隆に与えました。しかし高天神城を攻め落とすためにさらに良い場所を見つけます。そしてその場所に城を築きました。その場所が横須賀城です。1578年に築城されました。徳川家康は難攻不落の高天神城を攻め落とすために兵糧攻めを選択します。高天神城の周りに築城をいくつも築き、高天神城への補給を断つことで徴兵を餓死させる作戦でした。高天神6砦としてまとめられていますが、横須賀城はこの中には入っていません。1581年、ついに高天神城を攻略します。
高天神六砦は廃城となります。そして落城した高天神城も廃城となりました。そのため、横須賀城は遠江南部の支配拠点として残りました。初期段階の横須賀城の主核部分と考えられるのは本丸と松尾山です。徳川時代の近世中頃までに二の丸や西車などの平城部分が拡張され現在の形になったようです。また城下は近世中期までは城の手前まで海が深く入り込んでいたようです。入江には横須賀港がありました。そのため城下は海上交通の要衝として繁栄します。後に入江は大地震のため塞がり、港の機能は福田港へと移りました。横須賀城は特徴のあるお城です。普通は一つしかない大手門が東と西で二つありました。また、玉石積みと言われる丸い瓦石を用いて石垣きを作っています。現在はありませんが、かつては3層4階の天守閣がありました。皆の衆、お城巡りはどうだったかな。さて、そろそろクイズの答え合わせの時間じゃ。念のため、もう一度問題を読むぞ。今回訪れた横須賀城は、あるお城を攻めるために築かれた拠点です。さて、あるお城とは何城でしょう。1、高天神城。2、小田原城。3、清洲城。4、浜松城。正解は1の高天神城じゃ。私は、武田勝頼に奪われた高天神城を奪い返すために、横須賀城の築城を命じたのじゃ。高天神は東の江国の要衝だからな。奪われたままではいかんのじゃ。では、皆の衆、残りの時間ゆっくりとお城巡りをしてくれ。では、さらばじゃ。
最後までご視聴いただきありがとうございました。本日のお城巡りはいかがでしたでしょうか。ぜひ、チャンネル登録と高評価ボタンよろしくお願いします。次回のお城巡りは、静岡県掛川市にあるこの城です。ぜひ、ご期待ください。